階段登るとき、いつも同じ足から踏み出してませんか？子供を抱きかかえるとき、いつも同じ方の手で抱きかかえてませんか？はい、皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、バディインバランス、左右差について解説していきます。僕はですね、自分のパーソナルの時に左右差の診断してからパーソナル入っていくんですけど、なので初回のセッションでは本当にもう全身隅から隅まで可動域、筋力、安定性、いろんなものを総合評価して、右と左でどれだけ差があるかっていうものを確認します。で、その差があまりにも大きい場合は、矯正するトレーニングや矯正する施術を挟みながらトレーニングを進めていきます。このバディインバランス、左右差っていうものは人間皆さんあります。これが 100% 右と左で一致している人間っていうのはほぼいないと考えてもらって構いません。なので、100、100にはできないけど、例えば195、193ぐらいまでには左右差っていうのは留めておいた方がいいよねっていうのが、アメリカでの考えです。僕は、ストレッチとモビリティのコーチングの資格をアメリカで取ったので、やっぱりそういう部分をすごく大事にしています。トレーナーによってはね、初回からもうそういうものをスキップして普通にウェイトトレーニング入られているトレーナーさんもいっぱいいるんですけど、僕の場合はそのギャップが小さければ全然問題なく、じゃあしっかりトレーニングやっていきましょうって話になるんですけど、この左右差があまりにもあるお客さんに関しては、僕はそこを埋めるトレーニングもうまく取り入れながらトレーニングを進めていくようにしています。左右差ってどういうところで生まれてくるのかっていうと、100% 生活習慣です。ここで皆さんに質問したいんですけど、階段登るとき、いつも同じ足から踏み出してませんか？子供を抱きかかえるとき、いつも同じ方の手で抱きかかえてませんか？電車でつり革を持つときに、毎回同じ方の手で握ってませんか？こういう自分が無意識にやっている行動が左右差を生む原因となってます。一番大きな例で言うと、ゴルフやられる方いますよね。お付き合いの方もいると思うし、趣味でゴルフやられてる方もいると思うんですけど、ゴルフなんかは典型的な原因の一つなんですよ。僕は、ゴルフやらないんですけど、野球やってたんで右打ちなんですよね。で、右でスイングすると思うんですよ。右打ちの人はね、当然。で、じゃあ、左でスイングする機会ありますかっていうところなんですよね。ないですよね。僕のお客さんでゴルフやられてる方は、必ず、もし100回右で打ちっぱなし練習するんだったら、ウォームアップもしくはクールダウンで100回左でも振ってくださいねって言うんですよ。じゃないと、体の左右差っていうのはどんどん広がっていく一方になります。なんでかっていうと、一方的なその動きしかやってないんで、じゃあその拮抗筋を鍛えるのには反対の動きをしなきゃいけないんですよね。だからよく考えてほしいのが、当然胸が強い人、前面が強い人、プッシュ系が強い人、あと背面が強い人、ヒック系が強い人、いますよね。で、これ、当然プッシュ系の種目、前面だけの種目やってったら、当然背中が弱いまま、前面は強くなって大きくなっていっていくけど、背中が弱いままになっちゃうじゃないですか。これと一緒の考え方なんですよね。右でもやったら左でもやらないとバランスはどんどん崩れていくよっていうことになってきます。左右差のギャップがひどいとどうなっていくかっていうと、僕らやっぱり2本の足で立ってるんで、右と左でどれだけ差があるかなんて感じる機会って少ないんですよ。少ないと思います。でも、僕のところに来たお客さんは必ず片足立ち、片方だけでやるエクササイズ。僕の場合は例で言うと、ステップ台を使った、ピストルスクワットっていうのをやらせるんですけど、それで右と左での筋力差、右と左手のモビリティの差、スタビリティの差、関節の可動域とかを見たりするんですけど、そうやって片足でやらせると顕著です。強い方の足、弱い方の足。じゃあ、これがあまりにもギャップが多くなってくるとどういうことになってくるかというと、スクワット、両足でやるエクササイズですね。この時に重量が上がっていってしゃがまなきゃいけない時に、必ず強い方の足で踏ん張りやすくなっちゃうんですよね。体重のシフト、体重が、右にずれたり左にずれたり、強い方にずれたりするんですね。で、こういうことがまだ重量が軽い段階とか別に大きな問題にはなってはいかないんですけど、トレーニングが進んできて
重量が上がってきて、で、そのまま体重がこうシフトしてる状況で、そのままトレーニングしていくと、矯正しないでトレーニングしていくと、必ず右の腰が痛いとか、右の膝に痛みが出てるとかっていうことが出てきてしまうんですね。なので、僕のところに来たお客さんは、そこの差をまずチェックして、問題なければお客さんのゴールに合わせてトレーニングを組んでやっていくんですけど、あまりにも右と左でこう左右差がひどい場合に関しては、全部が全部じゃないですけど、そういった矯正するトレーニング、矯正する施術を挟んで、なるべく100までは難しいと思うんですけど、190、195ぐらいまで、そんなに目立たないところまでは左右差は詰めるように僕は指導しています。で、僕なんかは、もうずっと野球をやってたんですよ。10年以上。なので僕は右利きなんで、当然右の方が強いわけですよね。右の方が強いし、箸も右で使うし、ペンで書くのも右なので、右の方がやっぱりマッスルコネクションがいいんですよ。じゃあ逆にその足はどうかっていうと、やっぱり投げるときに右手で投げるんで、左足をこう前に出して踏ん張って体重を受けて投げる形になってるので、右の方が利き足で右足の方が強いのかなって思うんですが、左の方が筋力的には強いです。結構右利きの方は左足でバランスを取ってる方が多いので、右利きなんだけど左足の方が強いみたいなパターンも結構あります。僕は野球やってたんで、そのタイプですね。右手が強い、左足が強いみたいな感じなんですよね。だからそうやってどれだけどういうスポーツを何年やってきたかによっても、このインバランスっていうものは起きてきます。やっぱり僕の野球部でも必ず逆スイングって言って腰を痛めないためにクールダウンとかで左でもこう振ってたんですけども、やっぱりトレーニングでもそういう右と左での左右差を埋めていくようなトレーニング、エクササイズってものを入れていく必要が人によってはですよ。人によってはあるかなっていうふうに思います。最初に言った通り、やっぱり生活習慣が、一番のインバランス、左右差の原因になっているので、ちょっと階段登る際に、あれどっちの足で行ってたっけ？さっき右で行ったな、じゃあ今度左で行ってみようとか、あれさっき子供抱っこした時右で上げたから今度左で抱っこしてみようとか、そういったちょっとしたことでいいんですよ。多分ご飯食べるとか物を書くとかをじゃあ逆に左でやろうっていうのは、これちょっと生活に支障が出るというか、そんな暇な時間はないよっていうと思うので、僕もやってないですよ。そこまでやってないですけど、やれるところはそうやってこうバランスを取ろうとしていくと、やっぱりその無意識でやってる動作ってすごく多いんですよ。皆さん。やっぱりジムに行ってる時間、1時間とか2時間とか、ジムに行ってる時間は当然気にしますよね。鏡見てトレーニングやって、ボディビルやられてる方なんかは特にその左右差も評価対象になってくるので、右はどうかな、左はどうかなってこう気にしてる時間って多分1、2時間だと思うんですよ。1日の間で。でも、じゃあその他の時間、22時間、23時間、この無意識の時間、なんとなく生活してしまっているこの時間の中に、その左右差、インバランスを生む原因があるので、ちょっとしたことを気遣っていくと、意外と、俺右手ばっかり持ってたな。立ち上がる時に左手ばっかりこう踏ん張ってたな。とかっていうことが見えてくるので、そういった生活習慣から改善することで、そのインバランスを右と左でこう左右差をちょっと詰めていくことができるので、トレーニングに関わらず、生活の中から見直していくってことが一番大事なのかなっていうふうに思いますね。当然やっぱり本格的にトレーニングやられてる方はその左右差を詰めるっていうことはやった方がいいと思います。専門家の人に教えてもらうとか見てもらわないとなかなか難しいんですよ。自分で見るのって難しいんで、スクワットした時にこうしゃがんでいった時に左にお尻がシフトしていったりするんですよ。僕がこうやってお客さんを見てると、それをやっぱりこう見つけてあげれる風になると、トレーナーとしてもやっぱりこう一段一つレベル上がった指導ができるんじゃないかなと思います。はい、今日は以上です。